皆さんこんにちは、日月美和です。最近技法関連のお問い合わせも増えてきたので、今後は少しずつそういう動画を増やしていこうと思います。というわけで今日はまず日本画制作の工程について紹介したいと思います。私が普段絵を描く際に行っている工程を一つ一つ全てお見せしながら、実際に一つの作品の完成までをまとめたものになってます。これを見てもらえれば、日本画を描いてみたいけどどういう流れで描けばいいのかわからないという人は大体のイメージをつかんでもらえるんじゃないかと思います。というわけで始めていきましょう。今回描くのはこの小さいつわぶきです。まずはじめに制作の流れを説明しますと、写生、装甲、トレース、骨書き、彩色という流れになります。これから一つ一つ説明していきます。まずは写生です。スケッチをすることです。写生をするときに使うものはスケッチブックでもクロッキー帳でも何でもいいとは思うんですが、私はつながったものに書くのが苦手なので、普段 A4 のコピー用紙に書いています。日本画における写生というものは、もちろん描くものの形を写し取るという作業ではあるのですが、それだけではなくて周りの空気感やそのものから得た印象などを一緒に感じ取るという作業だと思います。だから私は描いている時に感じたことを後で思い出すためのメモを作るようなイメージで描いています。触ってもいいものの場合はこうして手に持って見やすい角度に持っていくと描きやすいと思います。鉛筆である程度描けたら次は色をつけます。私はいつも色鉛筆を使うのですが、絵の具の方が得意な人は絵の具で色をつけてもいいと思います。色をつけるときは、例えばこの葉っぱの色一つにしても黄色っぽい緑もあれば青っぽい緑もあるので、そういうところを細かく観察して後で自分が思い出しやすいように塗っておくと、実際に絵の具で色をつけるときに表現の助けになるかと思います。そして出来上がった写生がこんな感じです。写生はうまく描けたかというより、自分にとって分かりやすいように残せたかというのが大事だと思います。次は装甲です。下書きを作る工程です。まずは小さいサイズで構図を練ります。こういう構図にしたいなというアイデアをとにかくどんどん書いて、その中でピンとくるものに絞っていく感じです。もしかしたら写生をしている時点でこれはこういう構図にしたいなというのが浮かんでいるかもしれません。これという構図が決まったら、実際に描く大きさの紙を用意して本格的にそれを描いていきます。これを大字体もしくは装甲と呼びます。ここで描いている線が後でそのまま絵になると思って細かいところまできっちり描き込んでいきます。私が普段アップしている作品制作動画のほとんどがこの装甲から始まっています。よかったらまた見てみてください。
そして装甲が完成です。大きかったり複雑な装甲を描く場合はものすごく日にちがかかるということもよくあります。次はトレースです。トレーシングペーパーを使って実際に絵を描く和紙に装甲の線を写します。まずはトレーシングペーパーに写す準備から始めます。装甲の上に同じサイズに切ったトレーシングペーパーを重ねて固定していきます。準備ができたら色鉛筆で装甲の線をなぞっていきます。装甲の線が複雑であればあるほどこの作業も大変です。和紙ではなくて絹に描く場合はこの作業は必要ないのですが、それについてはまた別の動画で紹介することにします。すべての線をなぞり終えたら、次はこれを使います。チャコペーパー、カーボン紙です。これを使って実際に絵を描く和紙に線を写していきます。これを使うと写した線の上を手でこすっても全然よれたりすすがついたりしないのでとても便利です。和紙を貼ったパネルからはみ出た部分は適度に折って描きやすいように調整していきます。マスキングテープでカーボン紙をパネルにちゃんと固定できたら、次にその上にトレーシングペーパーを固定します。トレーシングペーパーの上からボールペンで線をなぞっていきます。鉛筆で装甲、次に色鉛筆でトレーシングペーパー、そしてこれでカーボン紙にボールペンと同じ線を3回なぞっています。ちなみに私は筆圧が強すぎるようで、この工程でしょっちゅう紙を破ってしまいます。こうしてやっと実際に絵を描く和紙に線が写りました。鉛筆やペンの仕事はここまでです。続いて骨書きです。日本画にとってとても重要な線を描くという作業です。墨を吸って準備をしたら、いよいよ筆での作業に移ります。筆で細い線を引くときはこうしてティッシュで少し絵の具を落としておくと描きやすいです。こうして線をなぞっておくと後で彩色に入っても初めの姿を見失わずに済みます。昔の日本画ではこの骨書きの線が最後まで残るのが一般的でしたが、現代の日本画ではたくさんの絵の具を使って彩色するのが主流なので、ほとんどの場合埋もれていってしまいます。それではいよいよ彩色です。色をつけていきます。彩色の仕方も本当に人それぞれなので、これといったルールは決まっていないと思いますが、私はまずはじめに墨で当たりをつけるところから始めています。
墨を使った作業が終わったら、いよいよ色をつけていきます。今回は日本画制作の工程についての動画なので、普段の制作動画よりは間を省略しています。絵の具を重ねるうちに見えなくなった線をこのように描き起こしたりもします。作品が完成したらサインを入れる落款という作業をします。普通ならハンコを押すのですが、今回は私のハンコはこの絵には大きすぎたので直接書き入れています。はい、というわけで実際に完成した作品がこちらです。この花を見た時、私は黄色い色がすごく綺麗で描きたいと思ったので、写生の時は葉っぱはすごく緑が綺麗だったのですが、この絵の中では黄色を目立たせるために少し色を抑えて表現してみました。今後もこんな風に日本画の描き方や技法についての動画をアップしていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。